皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、優しい日本語の時間です。たけしです。先週の食べ放題の話は、楽しんでもらえましたか？さて、今日のテーマは、日本で生活したり、旅行したりするときに、とても大切なことです。それは、電車の乗り方です。東京のような大きい街の電車は、とても複雑そうに見えませんか？でも、大丈夫です。一度慣れてしまえば、とても便利ですよ。一緒に一つずつ見ていきましょう。1、乗る前に準備すること。チケットを買います。電車に乗るためには、まずチケットがいりますね。チケットを買う方法は、大きく2つあります。1、券売機で切符を買います。ほとんどの駅には、券売機というチケットを買う機械があります。まず、券売機の上にある大きい地図を見てください。これは、路線図です。その地図から自分が行きたい駅を探します。駅の名前の横に170円のような数字が書いてあります。これが、運賃、つまりチケットの値段です。値段が分かったら、券売機に先にお金を入れます。次に、自分が行きたい場所の値段のボタン、例えば、170のボタンを押します。これで終わりです。切符とお釣りが出てきます。簡単でしょう。2、IC カードを使います。これは、ほとんどの日本人が毎日使っている、とても便利な方法です。IC カードは、お金をチャージできるカードです。スイカやパスモ、愛好家などが有名です。IC カードのメリットは何でしょうか？毎回、切符を買う必要がありません。改札口でタッチするだけでいいです。お金がなくなったら、券売機でチャージすることができます。それに、コンビニや自動販売機で買い物にも使えます。なんて便利なんでしょう。もし日本にしばらくいるなら、IC カードを作った方がいいと思います。2、改札を通って正しい電車を探します。切符や IC カードを持ったら、改札口を通りましょう。切符の場合は、改札口の機械に切符を入れます。そして、通った後、向こう側から出てくる切符を忘れないで取ってください。駅を出るときに、その切符が必要になりますから。IC カードの場合は、青く光る場所にカードをタッチするだけです。ピッと音が鳴ったら、通ることができます。駅の中には、たくさんのホームがあります。どうやって正しい電車を探せばいいでしょうか？案内表示板を見ましょう。そこには、次のようなことが書いてあります。線の名前。例えば、山手線、方面。例えば、新宿、池袋方面。番線。例えば、一番線。もしわからなかったら、駅員さんに聞くのをためらわないでください。こう聞くことができます。すみません。新宿駅へ行きたいですが、何番線に乗ればいいですか？ 3、電車の中のマナー。電車に乗ったら、守らなければならない大切なルールや、マナーがいくつかあります。携帯電話について、電車の中で電話で話してはいけません。これはとても大事なルールです。携帯電話はマナーモードに設定しましょう。優先席の近くでは、携帯電話の電源を切った方がいいです。飲食について、普通の電車の中で何かを食べるのはあまり良くないと考えられています。特に匂いが強い食べ物はやめましょう。
お水やお茶を少し飲むのは大丈夫です。リュックや荷物について。電車が混んでいるとき、他の人の迷惑にならないように、リュックは体の前に持つか、床や網棚の上に置きましょう。列に並ぶことと席を譲ること。電車を待つときは、ドアの場所できちんと列に並びます。電車が来たら、中の人が全員降りてから乗るようにしましょう。お年寄りや妊娠している女性、体の不自由な人を見たら、席を譲ってあげてください。4. 電車を降りるとき。降りたい駅に着く前に、降りる準備をしましょう。ここで、一つ問題が起きるかもしれません。例えば、170円の切符を買ったけれど、本当は200円の駅まで来てしまった場合です。心配しないでください。駅の改札口の近くに乗り越し精算機という機械があります。まず、自分の170円の切符をその機械に入れます。さようなら。画面に足りないお金。この場合は30円が表示されます。30円を機械に入れます。新しい切符が出てきます。その切符で改札口を出ることができます。IC カードを使っている場合は何もしなくて大丈夫です。改札口でタッチすれば正しい運賃が自動で引かれます。本当に便利ですね。はい。これで日本の電車の基本的な乗り方はバッチリですね。まとめると IC カードは一番便利な友達です。そして案内板をよく見て正しい電車に乗ること。最後に電車の中ではマナーを守ることが大切です。最初は少し戸惑うかもしれませんが、何回か乗ればすぐに慣れると思います。今日の優しい日本語を聞いてくれてありがとうございました。皆さんの日本の旅が楽しくてスムーズなものになりますように、また次回お会いしましょう。さようなら。